はい、ハーさんチャンネルです。こんにちは。こんにちは。今日はね、ちょっとプジョーに行ってきたんですよ。で、プジョーのね、2008だね、はい。を試乗してきて、僕が試乗して、で、マニアさんは助手席に乗ってたんですね。はい。で、マニアさんは元、プジョーリストっていうかね。プジョーはなんていうんですかね。元プジョー乗りなんで、猫科動物病院。そう。ちょっと付き合ってもらったんですけどね。動画はね、ちょっと NG ってことでね、写真だけ撮って、まあちょろちょろ出してると思うんですけど、2008はコンパクト SUV だね。うん。アルファで言うと、次に出ると言われているトナーレ。でトナーレの前哨戦じゃないけど、こういう感じなんだなっていうのをちょっと予習させてもらったってこと。予習だね。もう画像とかね、あと動画とかで見るとね、あんまりよく分かんなかったんだけど、やっぱりね、プレスラインはすごいおしゃれな感じで、プレスのライン出てたんですよね。リアのところに、あれなんていうんだっけ、ダイヤモンドプレス、なんていうのとか、ボンネットの線とかね、まあ、すごいやっぱフランシャらしいおしゃれな感じしました。で乗り心地はね、ハンドルがすっごいちっちゃいの、すごいちっちゃくて、だから切れるんだけど、アルファほどじゃないですね。アルファって結構ハンドルっていうとリニアでね、多少遊びがある感じで、まあ、プジョーって言われると猫足って言われてるけど、俺にはよく分かんなかったゴツゴツ感結構感じたし、ただ車内はやっぱり今時の車だけはすごいおしゃれだし、まあこの車を選択するのもありかなと思ったけど、じゃあアルファ乗ってる人間がこのプジョー2008に乗り換えるかっつったらそれはないね。まあないんじゃないですか。あんまりなさそうですよね。ないね。トナーレを買う人たちはいるかもしれないけど、2008はあんまりないんじゃないかな。何しろ乗ってて普通の車ですよ。真面目ですね。真面目。普通の車、国産っぽいね、本当に。で昔もう何年前、5年も6年も前の、東京モーターショー行った時も、ルノーとか、あとシトロエンとか、プジョーとか展示車あったけど、トヨタみたいなしそうよね、デザイン的に。コンサバな、でもこう特徴は出そうとしてますよね。こういうライオンの爪というのか目というのか、プジョーのそのアイデンティティみたいのを出そうという意思は感じるね、デザインに。ただなんか例えば日本車乗ってる人がイタ車に乗ったらアルファロメオに乗った時の印象と、あとプジョーに乗った時の印象って違うんじゃない？それ違うんじゃないですか。アルファの方がよくもあるけど、アクが強いっていうか。アク強い。SUV、さっき今日乗った2078で言ったら、ああいう小型の SUV っていろいろ車種があって、でも国産のみんなが乗ってるような車じゃつまんないなっていう思う人にはこうちょうどなんか今流行ってるしみたいな、売れてるって言ってましたね。売れてるっていう言ってた。結構女性も多い。言ってた。どこででも誰でも乗れるっていうデザインなんですよ。159が新車で出た時のなんかの記事で読んだんですけど、あれもなんかニッチというか、ちょっとこうセレブの奥様が幼稚園に子供を迎えに行く時に、メルセデスだとありきたりだし、それからアウディでもなく BM でもなく、なんかちょっと人と違う車に乗りたい人のセカンドカーでどうですかみたいな、ちょっとなんか。なるほどね。必死に作ったが文章っぽいね。進めるために。そう、ちょっと苦し紛れみたいな。悪が強ければいいってもんじゃないけど、でももうちょっとなんかプジョーのアイデンティティをまあ盛んにライトのところの3本線とか、あの辺は分かるんだけど、個性とかを強く出してるのは多分シトロエンとかになんかしてると思う。個性欲しくない会社って、せっかく会社に乗るんだからさでもいい車だったな、プジョーもああいう車作るんだなと思って、
だから普通にその車主義じゃなくて、うん、ね、生活に必要な車でしかでもちょっとプラスアルファみたいなの欲しい人にはすごくいいんじゃないですかね、うん、でも400万個売ってたよ。あれ電気でしょうね。いや、今日のガソリンの、結構しますね。そうもう込み込みでね、ん全込みで400万個です。で、結論から言うとすごいいい車だったんだけど、ちょっとなんかね、僕にとってはね、フランスの個性がね、足りない。物足りない。だから昔文房具買ったことがあって、超若い時、でフランスの文房具の色ってね、色とか形ってやっぱ日本の文房具と全然違うんだよね。これがやっぱデザインの違いなのか、感性の違いっていうのは、こういうもんなんだ。身近な、ね、ペン立てとかさ、そんなもんでもね全然違うわけ。色とか、同じ青でも違うんだよ、違う色なんですよ。だからじゃあ今日の2008もほらインテリアとかも、ステッチとかね、ああいうのも凝っていておしゃれだなと思うんだけど、日本人にはこれ思いつかないなっていうぐらいのだからおしゃれに見えなくて、その普通の車イメージこのくらい普通だよねみたいな。万人が見てこれいいなって思うぐらいのところのあれにしてるかもしれないですね。だからそうやっぱりグローバルに車を売んなきゃいけないメーカーさんの宿命ってあるじゃない。セカンドカーとかさ、とりあえず輸入車、他の人たちと違うメーカーの輸入車をセカンドカーに持つみたいな、そういいと思いますよ。でもいい車でしたよ、すごくいい車だったんだけど、もうしばらくずーっとアルファばっか乗ってきたから、で159でしょ今乗ってるのが、そこからいきなり車の進化系みたいなさ、ここにでかい液晶があってさ、液晶もなんかねすごい気になった。このそうちょっと取ってつけた感じみたいな。なんかアルファのデザインってなんでこれ見にくいなって思うんだけど、納得できるんですよ。見にくいけどデザインがこの人たちデザイン第一優先なんだねっていうのは納得できるんだけど、だから結論はいい車だったけど、ちょっと触手は動かないかな。